極上急所天国スターロード S30Z 編。さあ今回のビデオオプションやってまいりました。 30Z ですけども、はい、ビデオオプションもね30周年なんですよ。すごいですね、30周年。はい、30周年にかけて 30Z フェアレディ Z っていうのはね、はい、もう今や日本だけじゃなく世界中憧れのやっぱり車ですから、はい、新車ですよ。これ新車。ありがとうございます。はい、今回持ってきていただいたわけですけども、はい、僕は本当にこれに乗りたかったです。はい、オートサロンで見て、あ、そうなんですか。はい、あそこの車に乗ってみたいっていうのは全く伝わってないですよ。伝わってないんだけども、はい、ビデオオプションのやつらたまたまくじ引いてきてくれました。はい、空打ちしててもたまに当たる時もあるんですよねビデオオプション。はい、まあ本当ですね、このビデオオプションにこんなねスターロードの 30Z が来てくれるなんて本当ありえないですよね。本当ね、稲田大二郎先生をもってしてでもね、このスターロードというともうなってしまうというね、何でも手作りしちゃうっていう井上さんね。この車もほとんど手作りですかこれ。そうですね。はい、はい、これだいぶかっこいいですよね。ありがとうございます。今風な今風そうですよ。だからやっぱりこう下品じゃなく、やっぱこう大人なやっぱこう男らしさというかね、このフェアレディのこのラインの美しさをやっぱり生かしたこの車作りですよね。こだわった手作りの辺ってどの辺なんですかこれは。難しいんですけどね。そうするとみんなになっちゃうんですけど、まあ半分下から半分はみんなカットして作ったりとか。まあこのフェンダーとかこのバンパーとかこの辺もそうですか。鉄の部分はみんなカットして叩いて作る。あと合成上げたりとか。儲からないです。儲からないですか。またそんなこと。だって大体この車だって当時いくらもしなかったじゃないですか。今だって1000万とか1500万とかって言ってるじゃないですか。この極上のスターロード製、井上製、小岩さん製の、S30Z 今日は試乗させてもらいたいと思います。ぜひ。スタート地点了解しました。これから出します。さあいよいよ、スターロード仕様乗ってみたいと思います。最高に気持ちいいですね。やっぱ L 型このエンジンやっぱ最高だと思います。究極の、やっぱ男のやっぱりこのなんていうのかな、心をくすぐるというかですかね、この地の底からこう湧き上がるようなこの L 型のやっぱりこのねサウンドとこの力強さ、トルク力さ、堪能させてもらいました。とにかくもうずっと乗っていたいというそのくらい、居心地のいい、30Z です。いやこれはね本当に素晴らしい。もう本当に良かった。たまたま今日来たらありました。で 30Z 誰が乗るのかなと思ったらビデオオプションの企画で、今までビデオオプションやってきたんですけども、自分の86企画以外にこんなに嬉しかったことはありません。それとしよう、もうこれね毎日もう足に使えます。サーキット通うにも使える。
でサーキットちょっと走っても楽しいと思います。新しいレクなんとかとかね、ホンダの N なんとかとかね、高い車たくさんありますけども、昭和の車やはりですね、やっぱりこう乗ってこれ自分で操る楽しさ、基本中の基本を分かって車を作る人っていうのは、僕はハンドル握ってアクセル、ブレーキ、クラッチ、そしてシフトノブ握っただけでこうスッと走り出す、そういうイメージをもう一瞬にしてこう作り出してくれる、やっぱ本物の車作りができるこの人が作った車だなと実感しました。本当に今日は、スターロードの井上さんもそうですけども、ビデオオプションに感謝してます。ビデオオプションの連中はですね、はい、なんかまだお店に行ってないみたいですよね。あいつら土足で多分上がり込んでいきますから。大丈夫ですか？歓迎します。本当ですか？はい、いや、やめた方がいいですよ。そうなんですか？ビデオオプションですよ。スターロードはやっぱり3000円以上のビデオで出て、やっぱりオプションビデオって980円ぐらいのビデオになったら出ちゃいけません。ってことでスターロードへ V オプトが潜入。L 型エンジンっていうのはもう昔からある素晴らしいエンジンで、過激にいじることもできますし、快適に乗れるような感じもできます。大げさに言わなくてもね、お姉さんが乗っても乗れます。そのぐらいの乗りやすさで、走れます。それとかといって煽られたからって、そこら辺のねスポーツカーに軽く負けちゃうようなことはありません。かなり速いです。今の仕様でね、それでかつ乗りやすいっていうのはもう僕の考えであり、ボディも全部そうですけどね、全てトータルで街乗りからサーキットまで楽しく乗れるのがうちのやり方です。全てはいいベース車選びから始まり、手を入れなくてはならないところへ優先順位をつけ、レストアとチューニングを施す。スターロードでは無理なく旧車を楽しめる仕様が基本中の基本だ。44杯のキャブレターでも300馬力を超えますんで、必ずかなり面白いエンジンですよ。本気仕様じゃなくても速いですよ。でスターロードなんですけども、今までに何台ぐらい、25年間で何台、100台近く作ってるじゃないですか。作れないです。もう年に数台です。あ、そうなんですか。はい、結構あれじゃないですか、こうやっつけてこうチャン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 ってやって、こう見えるところだけ綺麗にして。結構あります。ありますよね。見た目と違って、結構見た目と違って真面目なんですね。というか出したくないですよ、そういう車。いや、この車を見る限りね、日産自動車が作った以上に車が綺麗だし、見えないとこは本当にやってます。やっぱりビデオオプションなんかに見せない方がいいです。ビデオを撮ることをね分かってない。カメラ回してコメント撮ってるのに、ああやって平気でエンジンかけるんですよ。2人の話が盛り上がっているところへ思わぬ横槍が入る。第三？出ていいですよ。出ていいですよ。大ちゃん？大ちゃん？小岩ですけど。いや、わかんないです。わかんないです。アキラです。アキラ大満足の一台であった。湾岸が似合うこの 30Z。 セットアップ走行は井上自らが行う。この極上 Z 市場に名乗りを上げたのは、作ったコンセプト、どんな感じで作ったの？旧車のいいところのイメージは残しつつ、ダメなところ、乗りづらいところを良くして。車は違う車になっちゃわない？いや、ならないです。ならない。やっぱり命の部分はしっかりキャブレターで。旧車の命っていうのは、じゃあ旧車のスタイルとやっぱキャブ、全体的な車取り回し、これがねやっぱりね、旧車のまんまじゃやっぱ今じゃ乗れないよね。足回りとか、足回りはもうどうしても今風にしないと乗れないよね。だからといって全てを全部変えてしまうんじゃなくて、そういう車を作るために最初やることは何だろう？最初にやることは
ボディをしっかりと元の合成の位置まで最初まずは戻す、はい、戻す、強化する。そうですね。もう強化も現代の車ぐらいな感じで優しく入れてあげて、それこの 3.2 のエンジンね、はい、ね、これね意外とねパワーあるみたいで何百まで出てるんだっけ。ちゃんとセッティングすると300、この間60ぐらい、ね、360だからさ、はい、もうね昔のねやっぱりねチューニングと考えられないよね。まあ 3.2 になっててもね昔はね立体100馬力出せなかったんだからキャブでは、はい、ね、ターボないですからね。ターボなしで、はい、もうクランクを85ミリを使って、まあそれで排気量を上げて、でヘッドはアルゴンね、アルゴンで持ってビッグバルブですね。燃焼アルゴン持って作ってビッグバルブで、そこら辺は昔からの流れと同じチューニングなんだよね。そうです。あとポートやって、このキャブがなんかちょっとでっかいんだよね。そうです。50杯ですね。50杯ね、50杯のキャブね。やっぱりこれしかもこれウェーバーでないとこがいいんだね。ソレックスの50。しかし乗りやすさはやっぱ44単かぐらいがいいのかな。いや、そんなことないです。これは50でも乗りやすい。乗りやすい。360馬力だぜ。初めて乗る人でも普通に乗れてしまう。かつ旧車のいいとこ残ってる車にしたいのはもう理想です。今の 30Z の実力を見せます。これねやっぱり 3.2 っていうのはね、パワーというよりもねこうトルク感があるよね。そうですね。なんか力強い感じがするね、本当に。ピストン89倍です。ピストン89、それで 3.2。これエンジンの中って全部やってんだよね。全部やってますよ。乗りやすいですよね。だけどもね、一番やっぱびっくりするのはね、この足回りとかこのハンドリング周りだよね。これがもう楽で、もう本当のもう今のね普通のねスポーツカーなんかよりもよっぽど気持ちいい感じがするよ。快適っていうとみんな、なんかこう車がこうものすごくソフトで、ね、なんかこう普通の一般車ノーマルの車が快適みたいな思っちゃうけども、こういういじった車の快適さっていうのはまたちょっと違うんだよ。そうですよね。やっぱりサスペンション硬いけども、ね、やっぱショックの吸収なんかがめちゃくちゃね、よくてね、硬いけども気持ちいいっていうのはね、これがやっぱりねいじった車の楽しさなんだよね。みんなさ車をねノーマルが一番いいと思ってるけどもそうじゃないんだよ。それじゃ楽しくない。いじってももう本当に軽快なね爽快なね、その乗り味っていうのがあって、そういうのはやっぱりね俺ねその楽しんでほしいんだよね。もう褒め殺しみたいに言ってるけどもこれしょうがないんで本当だからな。本当ですか。いいねとしか言いようがないね。これね、このね表現する言葉が見当たらない。味があるっていうしか言えねえんだよ、残念ながら。しかしね、秘密聞いちゃった。秘密を結構このしなやかでね、乗り心地のいい、硬いけどもしなやか。なぜかというとやっぱりねパーに合ったボディ合成、シャシ合成、それもただの両手目でガチガチじゃなくて要所要所を強化して全体的なしなやかさを残す。これがねやっぱりねそういうところの足のマッチング、これが秘密だね。これがやっぱ Z の中で一番いいかもわかんないね、本当に。これ130とかね30とか3にずっと乗ってきてるけどもね、3にやっぱりねこれその代わり3もここまでやるからいいんだよ。今日堪能しましたよ。すげえ。ここまで乗っけてもらうと堪能しましたよ、味を。やっぱこれからもっともっとなんか作りたい車みたいなのある？こうしたいとかなんかあるわけ？次作るときはこうしたいとかなんかそんなに分かんないけども、やっていくに従って変わっていく可能性があるわけよね。そうですね。そうするとますますねこの 30Z がねまだこれからもねやばいです。これからも生き残っていくっていうのはすごいよお前。これね70年ぐらいの時代のもんでしょ、60、70年。なかなかねやっぱり旧車の魅力っていうのはねなんか計り知らないね。
まだまだ旧車でも未来もあるね、まだね。すごい。一度乗ってください。本当に。ぜひ。気持ちいいですよ、これは。乗ってください。快適は全てのバランスから生まれる。はい。見た目も走りもおよそ50年前に作られたとは思えないマシンたち。妥協を許さず真摯に車と向き合うからこそ極上マシンは作られる。